さあ今から麻婆豆腐を作るので準備をしていきます。でこのネギをまずは洗っていきます。洗う。その前にここのいらない場所を捨てます。なので包丁で切ります。この切り落としたネギのいらない部分は捨てます。全部使うと多分多いので、この半分だけ、こっちだけ使います。じゃあこのネギを洗います。水を出して洗う。米の時は研ぐと言いましたけど、野菜は洗います。これ水を切ってます。水を切る。ちなみにこれまな板です。まな板の上にネギが乗っています。このネギを包丁で切ります。はい、ネギを切り終わりました。今音が鳴ってるのはこっちのこれかな、炊飯器。米を炊いているので音が鳴っています。で次はエリンギ。エリンギが一つだけ余ってましたので、これも切って麻婆豆腐に入れたいと思います。私はそんなにキノコ類の、これキノコ類ですね、キノコ類の食感がそんなに好きではないので小さく切ります。はい、ある程度小さくなったので食感がそんなに気にならないと思います。で次は豆腐です。豆腐ちょっと開けてみせますね。これです。これが豆腐です。豆腐は横に3等分、4等分かな、4等分、4つに分ける。横を4つに分けて縦を3つに分けます。横に4等分して縦に3等分、そしてここの厚みの部分を半分にします。横を、はい、横4分割で、縦がちょっと狭いな。縦も、縦を3分割して、あとはこの厚みの部分ですね、厚みの部分をはい半分にしました。そうすると1個がこういうブロックになります。豆腐はもう1個使います。ちなみに豆腐の正しい数え方は1丁2丁です。1つ2つと言っても通じますけど1丁2丁。それではフライパンを使って麻婆豆腐を作っていくんですけど、炊飯器がうるさいですね。よく見るとあと18分で米が炊き終わります。でフライパンを温めます。で油はごま油を引きます。フライパンの取っ手を取り付けます。ここに刺してで油を均等に伸ばします。そしたらさっきのネギたちを炒めていきましょう。炒めています。炒める。今私は温めたフライパンの上でネギとエリンギを炒めています。ちなみに油はごま油を使ってます。次にひき肉も加えて炒めていきます。そしたら豆板醤、これ中国の調味料ですね。豆板醤を入れます。これは辛い調味料です。量は適当に。
はい、だいぶ見た目が辛そうになってきました。皆さんは辛い料理好きですか？あちい、油が跳ねましたね。あ、ニンニクを入れるの忘れてました。今から入れちゃおう。ニンニク、これニンニクです。で、甜麺醤入れます。次が醤油、これ醤油です。とりあえず適当に入れていって最後に調整しましょう。あとは砂糖。じゃあ一通り入れ終わったので混ぜます。しっかりと混ぜます。いつもだったら換気扇、この換気扇をつけてるんですけど、音がうるさいので今は止めてます。なので熱いです。で、調味料一応全部入れ終わったので味を見てみましょう。別にもう何も入れなくていいかな。強いて言うなら砂糖をちょっと足しましょう。砂糖をちょっとだけ足して終わり。味付けは終わりです。この後豆腐とか入ってくるのでちょっとまた味が変わったりするかもしれませんが、で今から豆腐を2丁入れます。もうほぼほぼ完成ですね。豆腐も一緒に炒めていきます。ちょっと豆腐が大きかったかもしれないですね。米が炊き終わりました。多分3合以上炊いてますね。これ一応3合炊きの炊飯器なんですけど、私が適当に入れた量はおそらく3合を超えていたと思います。ちょっともう一度念のためね、味を見ていきましょう。豆腐が入って少しだけ味が薄くなりましたけど問題ないです。待ってる間に片栗粉を水に溶いて待っておきましょう。これは麻婆豆腐にとろみを持たせるためのものです。今見えるかな。ちょっと汁っぽい、スープっぽい見た目になってると思いますが、これを入れるととろみが出てドロドロします。そしたら片栗粉を入れてみましょう。はい、かなりドロドロしてきました。さっきまでスープみたいだったのに今はドロドロしています。ちょっと味が薄いですね。少しだけ甜麺醤を追加します。はい、麻婆豆腐が完成しましたので皿に入れましょう。ちょっといいサイズの皿がなかったので少し大きいですがこれに入れます。あとは炊き上がったお米を茶碗によそいます。はい、麻婆豆腐とお米が出来上がりました。あとはサラダを作って晩ご飯の完成です。今日はここまでにします。バイバイ。